それでは続いての登壇紹介させていただきます。夜の街が感染源である。ニュースでの発信によって性風俗で働く人々への差別的な発言が強まりました。登壇者の声には耳を傾けず、部外者だけで議論される性風俗の是非。実際に働く女性は何を思い、どんなような声を発しているのでしょうか。ご覧いただきましょう。夜の街に生きるコロナと風俗。学費を稼ぐために一番いい職業だった。うち母子で弟が2人いるんですけど、なんか中学生と高校生で、やっぱ自分しかまだ稼げないから、親以外に奨学金とか借りてるし、コロナで怖くてもお仕事出なきゃいけない。網タイツとバニースーツ黒ですね、お付けいたしますので、総額27,000円ですね。そうしますと料金の方が、130分35,000円でのご案内となります。ありがとうございます。少々お待ちくださいませ。F カップは旅行なのでおすすめですね。もしもし、まなみちゃん、今7999のお車到着したので。仕事が終わって事務所に歩って帰ってる時とか、電車の帰りとか、なんか普通の女子高生とか夜のお仕事とかやってなさそうな女の子見ると、なんでこんなことやんなきゃいけないんだろうとか、そのお仕事続けててもいいのかなとか、あとなんか彼氏が本当はどう思ってるのかって考えると余計孤独感はある。今日東京都が確認した新たな新型コロナウイルスの感染者は39人で、およそ半数がいわゆる夜の街に関係する人でした。今日はお仕事は問題なかったですか？問題あり？問題ではないんですけど、なんか困った。女の子の日5日目で、なんかそれを了解の上で今日リピーターさんに遊んでもらったんですけど、はい、ありがとうございます。お疲れ様です。やっぱいろんな事情があって皆さん働いてるんでしょうから、やっぱ聞かれたくない方もやっぱいらっしゃると思いますし、あんまりこうそういう意味では女性にこう深く入り込まないような感じになってるんですよね。不思議なもんですよね。こういう業種ぐらいじゃないですかね。普通は一緒に働いてる人たちのことを知りたいって思うのが普通のような気がしますけどね。閉店って書いてありますね。36年間こういうお店が潰れちゃって残念ですね。すごい。どうなるんですかね、これからこうやってまた増えてって、また緊急事態宣言とか出ちゃうかもしれないですよね。
立ち上げの時もほんとしんどかったですけどね。なんとかやってって、ようやくここまで来れたのに、また振り出しみたいな感じですかね。今日なんかもまだ一件も予約がなくて女性もどんどん減ってっちゃって困っちゃいますね、本当。もう崖っぷちでしたよね。もう1ヶ月ってなったら、もう団長の上ですけど、閉めてましたね。女性なんかやっぱ、もう生活成り立たなくて、本当はお金貸してほしいって思ってたと思うんですけどね。でもお店きついの分かってて、それは言わなかったですけどね。彼女には、また収まって、また再出発して、またこっち来ることがあったら、力になるから、っていうことぐらいしかやっぱ言えなかったですね。何食ったんだこれ。すごいな。ボロ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 ほどして。安心かも。綺麗だし。家出して東京来た時もこういうふうに歩いた。歩きましたね。めっちゃ歩ったと思います。すごい電車も乗ったし、なんかモバイルバッテリーもなくて、気づいたら充電3%しかなくて、その3%無駄にできなかった。3回くらい知らない人の家行って泊まらせてあげる代わりにやるよって感じだったから、何されるか分からなくて怖かったけど、もう親から離れたいのことしか頭になかったから。ただいま戻りました。お父さんの記憶が全然ない。家を出ていく寸前に喧嘩した光景が印象深すぎて、それしか思い出せない。すいません、お待たせしました。行きましょう。はい。お願いします。風俗の女の子たちを偏見とかだけで汚いとか、ただセックス好きとか肉便器とか思うのはやめてほしいかな。なんかいろんな事情があって、多分人それぞれ働いてるから、なんかそう、ちっちゃい頃からの癖で髪の毛を自分の以外でもこうくるくるやってると自然と落ち着いちゃうっていうのがあって、やっぱ一人で3人育ててくれた親のことはなんかもう信頼もしてるし、尊敬もしてるし、感謝もしてるから、少しずつ恩返せていけたらいいなーって思った。あ、そういえばそうだ、親一人で今まで育ててきてくれたんだって。
ご覧いただきましてありがとうございます。会場にはですね、今の映像と撮影されたディレクターの内山さんに、ご登壇いただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ早速ですね、今の映像を撮影するきっかけ、取材するきっかけというところからお話しいただければと思います。はい、これ撮影したのが今年の6月頃です。その頃ちょうどさっきラッパーのアポロさん言ってたけども、夜の街が感染源っていうこと、あとは週刊誌なども含めて風俗で働く女性たちがすごく困窮したり残酷であるっていうようなことがどんどんこう懸念されていくっていう中で、基本的には僕その立場のなんかこう追い詰められたりする人だったりとか、何かレッテルを貼られた人たちっていうところの本当その貼られた側にすごく立ちたいなっていう思いがあって、それで出てきた店長に依頼して撮影したっていう形ですね。はい、すごく印象的なのが、この風俗にスポットライトを当てるときに結構映像では、店長さんにも結構フォーカスされてたと思うんですけど、このキャストっていうか、その働かれてる方とは別にこの従業員店長さんっていう方にもこう声に耳を傾けたっていうのは理由はあるんですかね。これも一般的には多分その風俗店経営者っていうのは女性を搾取するだったりとかそれこそ人身売買のように虐げているというようなイメージあるかと思うんですけども、そういったケースも確かにこの社会にはあると。ただその全部が全部そういうものなのかっていう、疑問があるし、彼の場合も田舎から出てきて派遣労働かなんかで働いた後に自分がようやくたどり着いたのがこの風俗業界だったっていうことを車に乗りながら言ってたんだけども、僕はこの人はそんなに叩く人なのかっていうのは本当に正直思うんですよね。でもちろんその自分がその風俗業やってるっていうことに対する負い目っていうことはないんだけど、その多く人の前に立って語るようなことではないっていうことも認識してるんだけど、ただなんかそのキャストの女性の方もそうだし、風俗のそのスタッフの方もそうだし、そのありのままのその姿だったりその命っていうことをそのまま見つめないで何が映像やだっていうのは俺ずっとあるから。そういう思いで作ってるっていう感じなんですけど、でもこれ賛否両論あるっていうのはもちろん分かってます。はい、でもそれこそ本当に風俗で働いているっていうところで、その言葉でシャットアウトしてもう他を知ろうとしないことが非常に多いじゃないですか。だけど本当に今の短い映像だけでも部屋キャストの部屋を掃除してる店長の姿あったじゃないですか。あれでその店長のことを信用できると、あれだけで言うことはできないですけど、なんか人柄を感じることが私自身はあったんですね。そうですね。あれはなんかもう誰もいなくなって感染で待機所なんですけど、待機所に女性たちはもういなくなったと。でそこで掃除もう誰もいないんだけど掃除でもするかって言った時に、そのキャストさん女性たちが食べこぼしたものがすごい絨毯にこびりついてたんですよね。だからそのかつていたそのキャストさんたちになんつうのかな、もうこんな汚しやがってみたいなニュアンスで掃除してるっていうような、店長の姿だったんですよね。僕もあれすごい印象的でした。そうですね。なかなか私自身も直接話す機会がない方ですし、人柄を感じる機会はないですけど、本当に短い映像の中だけでもなんか人情を感じる話し方であったりだとか、その態度っていうところで非常に感じられる部分もあるので、本当に我々がいかにこの風俗で働いているっていうだけで他を知ろうとしてないでシャットアウトしている部分がいかにあるかっていうところ、なんか私自身はなんか気づかされたような感じがする映像だと感じましたね。ありがとうございます。で今日はですね、内山さんの他にもゲストを招いてここからはトークをしたいと思っております。で早速ですね、そのゲストを紹介させていただきたいと思います。障害者の性問題を解決するための非営利組織ホワイトハンズを設立した後、風俗店で働く女性に対して無料で生活法律相談を、行っていらっしゃる風テラスなどを運営されている、社会的な切り口で現代の性問題の解決に取り組んでいらっしゃいます坂爪慎吾さんを今日はですね Zoom で接続させていただきながらトークセッションをさせていただきたいと思いますので、早速ちょっと坂爪さんアクセスしたいと思います。坂爪さん聞こえますでしょうか。
坂爪さん、こちら映像来ております。聞こえてますかね。なんかミュート解除したらいけそうな。坂爪さん、聞こえますでしょうか。はい、聞こえます。ありがとうございます。ここからはですね、ディレクターの内山さんと坂爪さん交えて、あとはですね、会場の皆様、そして YouTube を視聴のご覧の皆様からも質問を受け付けながら、会話させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。坂爪さんは映像はご覧になっていただけましたでしょうか。はい、見てます。はい。ありがとうございます。ちなみにどんなところ注目されましたでしょうか。そうですね。いろんななんかポイントが多分たくさんあるんですけど、まずやっぱ女性の方がやっぱその普通のなんか女子高生とかを見ててやっぱすごいなんか羨ましいというか、そういうことをなんかおっしゃってて、やっぱ普通になりたいってだけどやっぱなれないっていうふうに思ってる方も非常にまず多いと思うので、そこはなんかやっぱり拝見しててグッときた部分ではすごい感じました。はい。そうですよね。なかなか家庭の環境とかもあって、はい、本当は選びたくない道だったかもしれないけど性風俗で働くっていう選択をして、はい、覚悟もあって前向きに働いてるとは思うんですけど、やはりそうじゃない他の学校の友達を見ると、私ってやっぱ普通じゃないのかなって、そこで他の子を見て初めて自分の特別さに気づいてしまうみたいなところが感じられたんでしょうかね。そうですね。本当やっぱ風俗で働いてる彼女性って結構自分もたくさんお話しする機会があるんですけれども、はい、やはり普通になりたいんだけれどもなれないっていうふうな思いだったら本当に多くいらっしゃると思うので、そもそも普通ってのはやっぱ普通ってそもそもなんだろうっていうことも含めてですけれども、そこはなんかすごく身につまされた部分ではありました。そうですね。ちなみに相談を受ける中でこのコロナの影響っていうのは、はい、この性風俗で働かれている女性の中で変化っていうのは与えたんでしょうかね。そうですね。本当多分コロナが原因になったっていうよりかは、多分コロナの以前からずっとやっぱいろんな課題とか事情を持って働いてる方もたくさんいらっしゃる世界だったので、多分コロナが一種の引き金になってですね、多分今まで抱えていたいろんな住まいの問題とか家庭の問題とかですね、あとは借金の問題とか、あとは心身の問題、多分いろんな問題が表面化どっとしてしまってですね、なかなか生活とかがうまくいかなくなってしまったっていう方が多分非常に増えた時期だったのかなというふうな印象を受けております。そうですね。坂爪さんのお言葉でもありましたけども、本当に人それぞれ違ったシチュエーション状況があったっていうところが本当に必要だと思っていて、やっぱり性風俗で働く人っていうくくり方をしてしまうのじゃなく、本当に一人一人違うストーリーだとか状況があると思うんですね。で一人一人違うことを思っていると思うんですけども、坂爪さんもいろんな女性の方の相談を受ける上で、女性の方からどういった声を伺うことがあるんですか？そうですね。もちろん個人個人皆さん全て違うんですけれども、やはり多く上がる声としましてはですね、やっぱすごい風俗で働いているってことをやっぱそもそも言えないっていう人が圧倒的に多いんですよね。コロナで生活に困って、いろんな行政とかで福祉者の相談に行きたいんだけれども、でも風俗で働いてるってことを言ったらきっと怒られたり、説教されたり、変な顔で見られるんじゃないかなっていうふうな懸念というか思いがあって、やっぱり相談したいんだけどやっぱできないっていう人が非常に多い印象を受けました。はい、やっぱりそれは話すと、やっぱりさっき言ったみたいに風俗で働いてるって言った時点でもうそこで情報がシャットアウトされて、もう差別とか偏見を持たれてしまうんじゃないかっていう恐怖があるっていうことですよね。そうですね。でもちろん実際はそういったいろんな相談の窓口の方々も、そんないきなり風俗だからっていう理由で拒否とかそういうのはまずしないと思うんですけれども、でもやっぱ女性の方々が、きっとそうじゃないかっていう不安がすごく大きい部分があって、やっぱ相談したらダメなんじゃないかって自分で思い込んで、自分から全部道を切っちゃうっていうようなケース、やっぱ非常に多かったのかなと思います。そうですよね。それこそ内山さんも本当に実際に働かれている女性に声を聞きに行っているっていうところがあると思うんですね。それはやっぱり性風俗で働いているからっていうところで差別の対象とするんじゃなく、一括りにするんじゃなく、一人一人の声を聞こうっていうところからのアクションだと思うんですけど、実際女性と話してみてどういった声というかと出会いましたかね？後でこの後ちょっと何人か別に聞いた女性の言葉をちょっと朗読させてもらえたらと思うんですけども、その前に今回僕思うのこれ坂爪さんぜひ聞きたいんですけども、はい、当事者ではない非当事者
の人たちがいろんな言葉をツイッターだったりとか報道も含めて言葉を発することでその非当事者がその断絶を深めているというような状態をすごく感じたんですね。でこれを何ていうんですかね、これ性風俗に関わらずその非当事者が何かをこうなんていうのかな、炎上させようってするわけじゃないけど語ってどんどんこう火が大きくなるような状態をこう止める、もしくはそうならないようにするにはどうしたらいいのかっていうのは僕すごく思うところがあって、坂爪さんはそれはどういうふうに思いますか？そうかな、本当いいご質問だとは思うんですけれども、ただ自分としてはやっぱその非当事者の方にですね、多分これが一概に悪い面だけではないというふうには部分も思っていて、今回結構コロナの影響もあって、いろんな署名キャンペーンとかもですね、風俗関係で立ち上がったんですけれども、やっぱりそういった多分今まで風俗に全く関心を持っていなかった層の方々が、ちゃんと声を上げてくださったり、賛同してくださったりっていうことで、結構割と世論が動いた部分がたくさんあったんですね。だから非当事者の方が一概に悪ってわけでは全くないとは思うんですけれども、ただやっぱどうしても一部でですね、そういった差別的なことがどんどん広がっている部分も当然あるので、そういったことに関してはですね、当事者の方が声を上げられれば一番ベストではあるんですが、例えば風俗の世界って当事者の方はやっぱなかなか声を上げづらかったり、そもそも当事者意識を持っていなかったり、もしくは持ちたくなかったりという方も非常に多くいらっしゃるので、単に当事者が声を上げればいいっていう話でもないかなと思うんですね。だからそこを踏まえると、やっぱ我々の支援団体がいい感じで通訳というような形で現場の声をうまく社会に届くような形でですね、うまく通訳して発信していくことが多分できればですね、もちろんそれが当事者の意見との100%重ならないところもあるとは思うんですけれども、ただその世論を少しでもいい方向に動かすことができていくんじゃないかなというふうなことは思っています。ありがとうございます。あと単純にその SOS の内容としては、どんなことが何千件っていうふうに相談寄せられたと思うんですけども、どんなことが起こってましたか？相談が寄せられましたか？そうですね、やはり一番多いのがコロナの影響でお店が休業自粛してしまってですね、収入がガクッと減ってしまったんだけれどもですね、いろんな支払いとか返済が当然続いているので追いつかないっていうものであったり、そういった困った状況においてもいろんな行政とか専門家とかですね、支援の窓口になかなか行きづらいとかですね、なんか言ったら怒られるんじゃないかっていうような不安があって動けないっていう相談が非常に多かったですね。それこそ福祉の部分で受けられないから風俗で働くっていう部分がそもそも前提として存在してしまう状況なのかなと思うんですけども、よくこういった議論の中で福祉は風俗に勝てないっていう言葉は耳にする機会もあるんですが、そういったなかなか福祉と風俗っていうところの関係性っていうのを橋爪さんとしてはどういったご理解をされてますかね？確かにやっぱ福祉は多分風俗には絶対勝てないと自分も思うんですが、ただ福祉って風俗に勝てないんだけど負けないことはできるんじゃないかなというふうに思っていて、今回のようなコロナ禍においては本当にお店がもう全部閉まってしまって全く稼げないという状況になったんですけれども、多分そこでもう頼るのはやっぱ福祉いわゆる控除しかないと思うんですよね。だからそういった意味で福祉があらゆる面で風俗に負けるってわけでは全くなくて、当然福祉は福祉の強みがあるので、そういったところをきちんと組んで発信というかですね、届けていくっていうことは多分大事なのかなというふうに思ってですね。だからどっちが勝ち負けとかっていう話よりはお互いの持っている部分でうまく補い合って一緒に共闘していこうぜぐらいのノリでいいのかなとは思っております。具体的に言うとその控除の部分っていうのはどんなサポート、ホワイトハンズ団体の方ではどんなサポートっていうのを、これ当事者の方だったりとか風俗業で働いている方にもぜひ見ていただきたいし、何らかの役に立つような発信になればいいなと思ってるんですけども、実際にホワイトハンズの方に相談してとしてどんな控除につなぎ方だったりサポート受けれるっていうのはありますか？そうですね。やっぱ今一番多分生活保護ですね。やっぱ生活保護、しか多分もう現状打開できる解決策がないっていう方もたくさんいらっしゃるんですね。でもやっぱいろんな事情というか不安とかですね、ハードルがあってなかなかそれを受けられる申請できなかったり、結局申請してもいろんな手続きがうまくできなくてダメだったりというケースが結構あるので、そこできちんとフーテラスの弁護士のソーシャルワーカーのチームがですね、お話をお伺いしてです
ですね、一個一個その困りごとを全部整理してですね、で解決していって、もしも必要であれば、実際に申請に同伴したりしてですね、大人にするっていうことですね。これは結構今力を入れてやっている部分ではあります。それこそ先ほどおっしゃってたようにこの第三者の重要性っていうところがそういったところにあるっていうことですよね。そうですね。はい、なかなか働かれている方は他の人には話せないっていうベースがある中で、いかにじゃあ第三者の方がその行政とか控除っていう部分につなげてあげるかっていうところのサポートっていうところの第三者のアクションが非常に重要なのかなというふうにお話を伺いながら感じました。ですね。本当にだと思います。はい。そしたらお時間も残り少しにはなってきてるんですけども、それこそお二人にこのご相談をいただいた女性からそれぞれどういった声が一人の女性としてあったかっていうところを、なんかこの具体例じゃないですけども、こういった SOS がありましたみたいなところのお話を伺えればと。さっき僕がちょっと言い忘れたんですけども、このコロナ禍で何人かの性風俗で働く女性のお話聞いてきて、一人紹介させてもらいます。30代の女性で、大衆ソープ店で働いている方でした。その人の言葉です。親に電話してお金もらえるんだったら風俗とかやってないし、土下座してお金が出てくるんだったらいくらでも土下座しますよ。死ね以外だったら何でも言うこと聞きますよ。それぐらい辛いから私風俗しているのに。別にブランド品買いたいとかホストに貢ぎたいとかそういうのじゃなくて、本当に生活したくて。私なんか悪いことしてますか？私なんか迷惑かけてますか？私そんなにひどいですか？だって国に頼れないし、親に頼れなかったら自分で何とかするしかないじゃないですか。例えばこういうことを聞かせてくれた方いて、もともと孤立したりとか経済的に困窮した中で風俗の道に入っていって、さらになんかこのコロナで他の選択肢も失われていくみたいな状況はすごくお話聞いてて思いました。そうですね、やはり今の声を聞くと、家庭であったりだとかそういったところで経済的な問題があって、この国とかにも頼れなくて、じゃあ親にも頼れるかって言ったら頼れないってなった時の選択肢として風俗が存在していて、だけどそこで働くとやっぱり周りの声の批判とかを受ける対象になってしまう。ただそこが決してその風俗を選んだ選択が悪いことではないはずなのに、やっぱりそういった対象として見られてしまうというところで悩みを感じられている方が多いのかなというふうに感じましたけど、初目さんからもこういった相談を受けることっていうのはあるんでしょうかね。そうですね。本当に皆さん普通に生活したいだけなのにそれができなくて、当然その国にも家族にも頼れないから自分でなんとかしなきゃなっていうふうに思って風俗っていう方かなり多いと思うんですよね。やっぱとりあえず自分が頑張ればとか自分が我慢すれば全部問題が解決するんじゃないかっていうふうに思われて、本当もう自助努力だけで頑張ってこられている方々もたくさんいらっしゃるんですけれども、でもそこはやっぱ構造、背景にやっぱ社会構造の問題があるのは、そこは多分明白だと思うので、そういった普通に生活したいだけなんだけれども、それができないから風俗ひたすら自分が我慢するって、それは明らかにやっぱり世の中にはおかしいと思うので、そういったところを少しでもいい方向に変えていけるような発信が今後できればなというふうにはすごい思っております。ありがとうございます。それこそコメントでもいただいておりますが、性風俗で働いている方には人それぞれ、違うシナリオとかストーリーがある。それを知ることがまずは変化の第一歩なんじゃないかというところもあります。私も非常に同意見ですね。あとはその第三者のサポート、行政とかそういった控除とつなげる第三者のそのサポートっていうのの重要性っていうのが非常に大事なのかなというふうに感じました。坂詰さん、最後に、これ坂詰さん個人的な考えで構わないんですけど、ぜひ聞きたいんですけども、風俗の世界に共助の世界っていうふうに坂詰さんはおっしゃってたのがすごい印象的で、つまり何か困った時に共に支え合う機能があると。でそれがコロナによって完全に停止したと。こんなことは今までなかったっていう言葉がすごい印象的だったんですね。その意味みたいなものをまたちょっと聞きたいっていうことと、あとあまりにも優しくない状況、言葉が先行して差別が拡散するような状況、それは俺個人的にはすごい嫌なんで、それをどうやって緩和していけるのかなっていうあたり、坂詰さんに最後聞きたいなと。
わかりましたですね。まず今日の共助に関してなんですけど、どうしても風俗ってなんか女性ばっかりに焦点が当たりがちなんですが、やはりその女性だけじゃなくて、そのスタッフとか店長の方、特に男性陣もたくさん関わってるんですね。ドライバーも含めてなんですけど、そういったその男性側、店長、スタッフ、ドライバーとかいった方々と女性がチームを組んでですね、男性側がそのウェブを更新してですね、車で送迎して、女性が接客してお金を稼いで、それをみんなに分けるっていうですね、一種のチームプレーでやっている部分が非常に大きいと思うんですよね。そういった意味で同じような事情というかバックグラウンドを抱えた男女がですね、力を合わせて稼ぐっていう、距離の部分も非常に大きいと思うんで、そういった視点から見ていくと、風俗っていう多分違ったなんかものに見えてくるんじゃないかなというふうなことは非常に思っておりますですね。あとはそのいろんなその差別的な発言に関してなんですけれども、やっぱある意味当事者とほぼ接点がないからだと思うんですよね。やっぱ接点がない人ほど強い言葉でどんどん言ってしまう部分があると思うので、できるだけそういったその風俗の世界の現場であったり、当事者であったり、そういったものの接点を増やしていけるような、いい形で、そういった活動が広まっていければ、ただ全くその現場を知らないで、そういった差別的なことを言う人は、それなりに減るんじゃないかなっていうふうな思いがあるのでですね、そこなんかうちらもちょっと力を入れて頑張っていければとは思っております。ありがとうございます。坂爪さん、お忙しい中お時間作っていただきましてありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。そうですね、先ほどのコメントにもあったように、やっぱ女性一人一人に目を向けて声を聞くっていう、それで当事者を知るっていうところが非常に大事だなというふうに改めて感じました。ありがとうございました。